アメリカ・アラスカ州プリンスウィリアム湾。世界最大のコロンビア代氷河が流れ込み、その美しさからアラスカのエメラルドと呼ばれる海です。そんな冷たい海に漂う無数の黒い物体、ラッコです。愛くるしい表情を見せる海の人気者。哺乳類の中で唯一、一生のほとんどを海に浮かんで過ごします。一見のんびりゆったりとした暮らしですが、1日およそ5時間も毛づくろいが必要だったり、大量の餌が必要だったりと、意外に大変な毎日。多くの命が集う豊かな海で、めったに見ることのできない野生のラッコの秘密に迫りました。アラスカ・エメラルドの海に暮らすラッコの知られざる姿をお送りします。アラスカの宝石と呼ばれるこの海に乗り出した取材班は、たくさんの海の動物たちの歓迎を受けました。真っ先に船を見つけて飛んできたのはイシイルカです。人懐っこく、とっても遊び好き。鋭く尖った三角形の背びれ、そう、海の殺し屋と呼ばれるシャチです。ここプリンスウィリアム湾には多くのシャチが定住していると言われています。好奇心旺盛にカメラを覗き込んできたのはトドの大群。アシカの仲間では最大の生き物です。アラスカの豊穣の海。実はこの海こそ世界最大級にして最後のラッコの楽園なんです。今回取材に同行してくれたのはマーク・キングさん。誰よりもこの海のラッコを見てきました。早速何かを見つけたようです。カメラを向けると黒い物体が水面に浮かんでいます。近づいてよく見ると、それは紛れもなくラッコの群れでした。この海域はプリンスウィリアム湾の中でもオルカインレットと呼ばれ、世界最大級のラッコの楽園。およそ3000頭も暮らしているといいます。実はここにいるのはメスだけ。普段ラッコはオスとメスが別々の群れを作ります。かつてラッコは北の海ではこのような大群で暮らしていました。しかし毛皮を狙った乱獲により数が激減。こんな大きなラッコの群れはほとんど見られないといいます。ここはまさにラッコの楽園と言えるでしょう。その理由はこの海峡が遠浅だからです。これだけ浅いとシャチなどの海の殺し屋も陸からの敵も近づくことができません。とても安全な場所なんです。ラッコを守ってきた遠浅の海。それは取材班にとっても近づくのが難しいということ。普
通の船では近づけないためシーカヤックに乗り換えます。静かに近づく取材班。こんなに接近しても逃げません。気持ちよさそうにお昼寝中です。あ、ごめんなさい。起こしちゃいました。もふもふした毛皮にかわいい顔。まさに生きているぬいぐるみです。そして絶えず続けるこの仕草、何をしているんでしょうか。実はこれは毛づくろい。体を冷やさないための大切な行動なんです。ラッコの毛は体を保護する長い毛と短い下毛の2層に分かれています。毛づくろいで空気を取り込み、長い毛で蓋をするとこれが断熱材となり、ずっと冷たい海に浸かっていても体温を失うことがないのです。毛が汚れるとこの保温効果が弱くなってしまうため、1日におよそ5、6時間は毛づくろいをしているそうですよ。毛皮の中の空気は浮き袋の役目も果たしています。だからこうやってぷかぷか浮いていられるんですね。さらにこの毛、観察にも役立ちます。顔の毛の色で年齢がわかるんです。親子を見れば一目瞭然。赤ちゃんの色はこのように抹茶色ですが、お母さんの色は真っ白。3歳を過ぎる頃から年齢を重ねるにつれ、どんどん白くなっていくのです。ほらほら、しっかり毛のお手入れしないとね。赤ちゃんはまだ自分で毛づくろいができません。放っておけば体温が調節できず死んでしまうこともあるといいます。ところでよく見ると、なんだか手を挙げているようなポーズのラッコ。一体なぜ？実は前足の裏側だけ毛が生えていないからなんです。そう、水につけると冷たいというわけ。これはウニやカニ、貝を持つために進化した結果とも言われています。さて、こちらのラッコはお食事中。ごちそうは二枚貝です。でも日本の水族館で人気の石を使って貝殻を割るあのパフォーマンスが見られません。アラスカのラッコは歯と手を器用に使って中身を引っ張り出すのが普通なのだそうです。お母さんは子供の分まで貝を取らなければならないので大忙し。水中から戻ったお母さんに赤ちゃんはすかさずおねだりです。貝殻から出たところをパクッ。赤ちゃんはまだ自分で引っ張り出すことができないんですね。こ
今度はお母さんと海に潜ります。ラッコの赤ちゃんは1歳ぐらいになるまでは体が軽すぎて上手に潜ることができず、自分で貝を取ることもできません。いっぱい食べて体が重くなり、うまく潜れるようになった時が独り立ちの時。その日に向けてこの子は今盛んにお母さんにおねだりをしながら体を作り、潜水の練習に励んでいるのです。突然、群れの近くで大きな水しぶきが上がりました。一頭のラッコが別のラッコに噛みついています。喧嘩でしょうか。この続きは後編で。